皆さんこんにちは。今日は皆さんに富士山のすぐそばの青木ヶ原樹海を紹介します。洞窟にも入ります。わからないところがあっても気にしないで見てください。たくさん聞くとわかるようになります。樹海に来ました。ここは特別保護地区です。自然を守るためにしてはいけないことがたくさんあります。撮影も許可をもらってしています。ガイドさんに案内してもらって入ります。普通の山と少し景色が違います。木の根っこが見えています。樹海は溶岩の上にできた森です。この石は溶岩です。溶岩は山が噴火した時に出てくるものです。流れているものも固まったものも溶岩と言います。溶岩の上には土が10センチぐらいしかないそうです。溶岩の上に根っこがあります。土はほとんど見えません。こちらの木も溶岩のすぐ上に根っこがあるのがわかります。この根っこで大きな木を支えています。だから大変なんだそうです。そして栄養が足りないので細い木が多いそうです。木の根っこの上に苔が生えています。この苔が水をたくさん含んでいます。この根っこ、向こう側が見えます。昔、この下には倒れた木があったそうです。その木の上に今立っている木が生えました。倒れていた木は腐ってなくなりました。今はそこの場所が空いているというわけです。倒れた木にキノコが生えています。でもここは特別保護地区なので取ったりしてはいけません。同じ木では小さな木の芽が出ています。さっきの木の芽が大きい木になれるかはわかりません。でももしなれたら木の芽が大きくなる頃には倒れていた木は腐ってなくなります。なので穴の開いた根っこの形になります。ここにもキノコがありました。卵竹と言います。この下の白い部分が卵の殻みたいだからです。毒キノコみたいですけど違います。食べられるキノコです。でももちろん取ってはいけません。ガイドさんが少し前の写真を見せてくれました。白い部分、本当に卵みたいですね。
ちらにもかわいいキノコがありました。この日の朝、雨が降りました。水がキラキラしてきれいです。雨が降って止んだすぐ後のことを雨上がりと言います。雨上がりの樹海はとてもきれいです。卵の形の卵滝がありました。次の日にはさっきの赤いキノコが出てくるんだそうです。これもキノコだそうです。キノコに見えないですね。樹海にはいくつか怖い噂があります。その一つが、樹海の中ではコンパスが効かないというものです。溶岩がコンパスを狂わせると思われています。でも本当でしょうか？ガイドさんが実験してくれました。まず、溶岩に磁石はくっつきます。溶岩には磁鉄鉱というものが含まれているからです。では、今度はコンパスを使います。ちゃんと北を指しています。コンパスを回しても、針は北を指します。さっきの溶岩を近づけても、コンパスは北を指しています。つまり、コンパスが効かないというのは、ただの噂でした。でも実は、コンパスが効かないところもあります。この溶岩の上です。コンパスを移動させると、針が指す方向が変わってしまいます。コンパスが効いていません。それはこの溶岩の磁鉄鉱の磁力が強いからです。この溶岩に雷が落ちて磁力が強くなったんじゃないかという話もあるそうです。でもこの石からコンパスを少し離せば針は正しい方向を指します。こういう石はあまりないそうです。つまり樹海でもコンパスは使えるということです。私は噂を信じていて、コンパスは使えないんじゃないかと思っていたので、使えることを見せてもらって安心しました。歩いていたら足元に突然洞窟が見えました。あの黒い穴が洞窟への入り口です。樹海の洞窟は溶岩が流れた後だそうです。溶岩が流れるとき、最初に上の部分が冷えて固まります。でも中は暖かいので流れ続けます。そしてその後が穴になるというわけです。洞窟の入り口に降りました。ここは周りより低くなっています。溶岩が見えています。土がほとんどないのがわかります。
その土の少ないところで木が頑張って生えているというのがわかります。ここに石垣があります。この石垣を通って降りてきました。では、洞窟に入ります。これは洞窟の中です。あっちから入ってきました。中はかなり歩きにくいです。下に水が溜まっているところがありました。水にライトを当てると、こんなきれいな模様が見えました。上から水が落ちてきます。それで水面が揺れて、その模様が岩に映っています。とってもきれいでした。水の下が白く見えます。白いのは氷です。水は10センチぐらいで、その下は氷です。冬はこの水は凍るので、この模様は見れません。昔、この洞窟の中には小屋がありました。冷蔵庫がなかった時代に、この洞窟を冷蔵庫として使っていたんだそうです。入れていたのは蚕の卵だそうです。蚕を1年に何回も育てて、絹がたくさん取れるように、ここに卵をしまっておいたんだそうです。この白いのも氷です。この上は歩けました。でも、下が見えていたので怖かったです。もちろん割れたりしないので大丈夫なんですけども。この洞窟は入っていいのはここまでです。この先は行き止まりです。この後、ライトを消して本当の暗闇を体験しました。皆さんは寝るとき、電気を全部消しますか？もし全部消したとしても、時間が経つと周りが少し見えてきますよね。それは本当の暗闇ではないからです。洞窟の中でライトを消すと、目の前の自分の手が見えませんでした。この氷が山のようになっているところは標準です。氷のタケノコと書きます。タケノコのように下から上に大きくなるからです。今は秋なので標準はかなり小さくなっています。寒くなると上から落ちてきた水はそのまま氷になります。そして標準はどんどん大きくなります。春の初めに一番大きな標準が見られるんだそうです。水が落ちてきています。水が下に落ちる
きれいな動画も撮れました。この水が冬は標準を作ります。向こうに見える光の場所が出口です。出口の形、何に見えますか？ガイドさんはバットマンだと言っていました。確かにバットマンの形ですね。洞窟に入る前は怖かったんですが、入ってよかったです。洞窟に入るには許可が必要です。許可証を持ったガイドさんと入るようにしてください。帰りには少し明るくなっていました。私が家族や友人に樹海に行くと言ったら、みんな、大丈夫って言いました。いいな、羨ましいって言った人は一人もいませんでした。というのも、樹海は怖いところというイメージがあるからです。さっき実験しましたが、コンパスが使えないって思っている人は多いです。また、自殺の名所とも言われています。だからその辺に死体があるというイメージもあります。それでみんな大丈夫って聞いたわけです。私も怖かったのでガイドさんをお願いしました。今日案内してくれたのはフジハットさんです。リンクを貼っておきます。英語のガイドさんもいるそうです。下は溶岩だという話をしました。富士山が1200年前に噴火した時の溶岩です。それから1200年かけて溶岩の上にこうやって樹海ができました。樹海は木の海と書きます。高いところから見下ろすと木が風で揺れて海のように見えるからだとも言われています。木の海、素敵な名前です。来る前はそんな木の海の中で迷ってしまいそうな気がしていました。でも帰る時にはそのイメージは変わっていました。樹海は想像していたような怖い場所ではありませんでした。むしろとてもきれいで気持ちのいい場所でした。また違う季節にも来てみたいと思います。皆さんもぜひ行ってみてください。ただ自然を壊してしまわないようにルールを守ってください。例えばここの植物は傷つけてはいけません。また道でない場所を歩いてもいけません。やっぱりガイドさんと行くのがいいと思います。ロンダ・ブラッドショーさん、コンスタンティンさん、ジョ・モギョンさん、チャン・シンウェイさん、ジェームス・アルボンさん Thank you so much for your super thanks. I truly appreciate it. And I'd like to share a comment from Chan Shinweiさん Thank you, Fumi sensei. This video is absolutely fantastic. I've watched it 3 times already, even using the shadowing technique once. I look forward to your new work every week. Your videos are incredibly rich in content. They cover everyday life, cultural backgrounds, travel experiences, and even life insights. The videos are also clean and beautiful. Truly, really good. Thank you again. チャン・シンウェイさん、あ
ありがとうございます。For the video you commented, I added more cultural elements than usual. So I'm really happy you enjoyed it so much, watching it 3 times and even shadowing it. Your words are such an encouragement. I hope you've enjoyed this Jukai video too. For everyone watching, I really want to help Japanese learners improve their Japanese, and I'd like you to speak with confidence. That's why I created a course to help you improve your pronunciation, rhythm, pitch accent, and intonation. If you want to feel more confident when speaking with Japanese people, please check out my subscription course. You can find the link in the description. Thank you for watching until the end. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and subscribe to my channel. Have a great day, everyone. またね。